ゴミ掃除をしたのよ。私は片付けをしてあげたの。5年前から開発を続けた商品を女部長が突然ゴミ箱へ投げ捨てた。驚き抗議する俺に女部長はなぜか得意げに胸を張ってみせる。全く意味がわからない。研究の集大成が彼女にはゴミに見えたというのだろうか。なんて顔してるのよ。感謝してよ。この私が掃除の手伝いをしてあげたんだから。これはゴミなんかじゃありません。口答えしないでちょうだい。私から見たらゴミなの。何か文句あんの？捨てられたくなかったらもっとマシなもの作りなさいよ。俺はもう返す言葉もなくなり、うなだれてしまう。この日のために自分の持っている知識をつぎ込み頑張ってきたというのに、それをこの女部長は少しも分かっちゃいない。いや、もっとまずいのは自分のしでかしたことの重大さが分かっていないところだ。そのことに気がついたとき、彼女はどんな顔をするのだろうか。気づいたときにはすでに手遅れだろうが、打ちひしがれる俺の姿に満足し、嘲笑い帰っていく背中を眺めながら、破滅しか見えない彼女の未来を想像していた。俺の名前は石川文弘。食品メーカーの研究部門で食品開発をしている。俺ももう59歳。社内の研究職の人間の中では古株と言われる立場だ。俺は研究をするのがとても好きで、日々黙々と自分のすべき研究に向き合っている。すいません、文弘さん。ここなんですが。ああ、ここはね。長年この仕事をしていることもあり、周りから仕事についていろいろと聞かれる機会も多い。そんな時は自分の持てる知識で教えられることはきちんと教えている。なるほど。ありがとうございます。ほんと、文弘さんがいてくれて助かりました。自分の持つ知識が周囲の役に立つことが嬉しい。周りの人たちもいい人ばかりで、俺は毎日楽しく仕事をしていた。相変わらず陰気な雰囲気ね。俺たちの仕事場である研究所に入ってきた女性が不機嫌そうにぼやく。彼女は本社で部長をしている長野愛さんだ。いきなり長野さんが来るだなんて研究所の人間たちは予想もしていなかったので、みんな驚いてざわざわとしている。ちょっと、あなた暇でしょ？ちょっと研究所を見て回りたいからついてきてよ。目についた研究員にそう声をかけていた。しかし、その声をかけられた研究員は研究をしている真っ最中で戸惑った表情を浮かべた。あなた聞いてるの？はあ、私だって暇じゃないんだから早くしなさいよ。どう反応したらいいかわからない研究員に対し、長野さんはイライラしたらしく、強い口調で返事を催促する。いや、声をかけられた研究員はさらに困った表情を浮かべた。俺はその様子を見ていられなくなってしまった。長野さん、自分が案内しますよ。ふん、誰でもいいから早くしてよね。俺だってしなければいけない研究があり、暇ではない。仕事を中断して付き添うというのに、長野さんはそのことすら理解していないようで、偉そうにスタスタと歩いて行ってしまった。申し訳なさそうに黙礼する研究員に微笑んでみせて、俺は急いでその後を追った。そういえば、あなたに話があったのよ。研究所の中をあらかた見て回り、満足したらしい長野さんは、
俺にそう言ってきた。話？なんでしょうか。今まで長野さんにそんな風に言われたことがなかったので、何の話だろうかと不思議に思う。新商品開発についてなんだけど、俺はこれから新商品を開発しようとしているタイミングだった。長野さんがここに来た理由は、その新商品開発が関係していたらしい。長野さん、それはちょっと厳しいと思います。そんな言葉はいらないの。やるのよ。長野さんは新商品開発について俺にいくつかの指示を出してきた。しかし、その指示内容というのが現場のことを全く理解していないめちゃくちゃなものだった。俺はその指示に対して苦言を呈したのだが、長野さんからすると俺のその返事は最初から受け入れる気がないらしい。可能な限り頑張りますが、かなり厳しい内容なので期待しないでいただきたいです。ちゃんとやってちょうだいね。じゃあ帰るから。俺はあまり期待されても困るので、ちゃんとそれを言葉にして伝えたのだが、長野さんは俺のその言葉には一切答えず、本社に帰ってしまった。その態度から察するに、指示した通りにやれということなのだろう。困ったことになったもんだ。あまりにも大変なことを任されてしまったものだから、ついつい愚痴をこぼしてしまった。それから俺は長野さんの指示をできるだけ守った新商品の開発を開始した。しかし、やはりというか、長野さんの出した指示が非常にネックになって、なかなか開発が思うようにいかない。毎日毎日、俺は頭を悩ませていた。文弘さん、だいぶ疲れてますね。研究に疲れ果てた俺に部下が声をかけてくる。ああ、長野さんの指示がなかなかきつくてね。俺もその話聞きました。みんな言ってますよ。長野さんの指示通りの開発なんか無理だって。俺以外のみんなもあの内容では無理だと思ったらしい。頑張って進めてるんだが、指示された部分をクリアしようとすると作業が止まるんだ。あの指示をクリアするのはほぼほぼ無理ですよ。もうできるとこだけでいいんじゃないですか？一生開発終わらないですよ。部下にそう言われ、もう無理だと思った俺は、クリアできるところだけ指示通りにすることに決めた。長野さんは許してくれるだろうか。あれだけ堅くなに指示通り作れと長野さんが言っていたため、俺は指示を守りきることができなかった製品を見せるのが怖くなってしまう。しかし、それでもまずは形にするしかないのだ。だいぶ苦戦したものの、なんとか予定の期日に試作品を完成させることができた。こちらです。できた試作品を長野さんに差し出す。指示を守れていないため、俺は自信がなく緊張した。何これ？私はちゃんと指示をしたわよね。すると、案の定長野さんが眉根を寄せる。なんとか指示通りに作りたかったんですが、どうしても難しい部分がありまして。こんな低クオリティなので OK を出すと思っているの？ありえないわ。こんなの許可できない。やり直してちょうだい。今度は指示を守りなさいよ。いや、ですが。長野さんはどうしても納得してくれなかった。俺は再び作り直すことになった。だが、
何度作り直しても長野さんの OK は出ない。そりゃそうだ。長野さんは研究者ではないため、自分がした指示がいかに無理難題であるか全く理解していない。そこが解消されない限り、俺がどれだけ訴えても長野さんの答えは変わらないだろう。できる限り近い形を目指しはしたが、どうしても長野さんの指示を完璧に守った製品を作ることはできなかった。何度も作り直し、長野さんにチェックしてもらうというやりとりを何回も繰り返したが、最後まで長野さんが首を縦に振ることはなく、月日は流れる。そして結局、俺は商品開発の任を遂行できないまま、商品開発は白紙に戻されてしまった。今までの数ヶ月は何だったんだろう。今までかなりの時間をかけて頑張ってきたというのに、俺の努力を形にすることはできなかった。その原因は長野さんが出した指示であることは明らかだ。しかし、長野さんは最後まで自分の非を理解していないし、認めようともしない。商品開発ができなかったのはあなたが無能だからよ。ほんといい加減にしてほしいわ。毎日何を研究してんのよ。最後までそんな発言をする彼女に、さすがの俺も開いた口が塞がらなかった。お言葉ですがね、長野さん。あなたの出した指示は到底商品に反映できないものなんですよ。はあ？なんでできないのよ。あんたは研究者でしょ？自分が無能だからって人に責任を押し付けてくるんじゃないわよ。いい加減にしてちょうだい。いや、でも、言い訳はいらないのよ。できないことをできるようにするのがあなたの仕事でしょ？仕事をしなさいよ、仕事を。今まで長野さんに強く反論をしたことはない。だが、今回は我慢できず反論をした。しかし、俺がどれだけ言っても長野さんは認めない。それどころか、俺が言い返したことによって長野さんはさらに怒ってしまう。長野さんのひどい言い分にさすがにショックを受けたが、言い返したところで火に油を注ぐ行為だと分かったので、もう俺は何も言い返さなかった。それよりも前向きに捉えようと思う。苦労が報われず、すべて自分のせいのように言われ、とても後味が悪かったのだが、長野さんからはもう解放されたのだ。その事実に対しては純粋に安堵する。正直、何度作り直してもイチャモンをつけられ、作り直しを要求されたここ最近は、毎日精神的に疲弊していた。睡眠時間を削ることになったのもしんどかったし、何より他にもしなければいけない研究があるのに、それに手が回らないのが辛かった。俺には5年前からずっとしている研究があった。新商品の開発と並行し、この研究はずっと続けており、ようやくあと一歩のところまでたどり着いている。長野さんの無茶ぶりから解放された俺は、その研究一本に集中し、完成させることに意識を注ぐようになった。できた。やっとだ。5年を費やした研究サンプル品が完成し、俺は胸がジーンと熱くなる。難しい課題が多くあった研究だったが、努力を重ね、形にするところまでやっと来たことが嬉しくて仕方ない。おかげで、その日はとてもいい気分で仕事をしていた。ところが、その日の夕方、再び長野さんが研究所にやってきたのだ。前回の出来事があり、
俺はもう長野さんとは関わりたくない。長野さんと目を合わさず近づかずを徹底していたのだが、長野さんの方から俺に寄ってきた。わざわざそっちから寄ってくるなんて、俺が嫌がっているのを分かってやっているのではないかとすら思える。本当に嫌な人だ。そんなことを考えていると、長野さんがいやらしい笑みを浮かべ話しかけてきた。石川さん、久しぶりじゃない。無能なくせにまだ研究所を辞めてなかったのね。ああ、ご無沙汰をしております。長野さんの嫌味にも当たり障りのない反応をしてやり過ごそうとする。だが、長野さんは目ざとく、机上のサンプルを見つけた。あら？そのデスクにあるのは、あなたが開発したもの？ああ、はい。今日できたばかりのもので、実は、長野さんに聞かれたので、素直に肯定し、そのサンプル品について説明しようとした。だが、その時長野さんがそのサンプル品をおもむろに手に取った。相変わらず人の話を聞いてくれない。しかも勝手に触るなんて本当に常識のない人だと考えていると、そこからさらに長野さんは信じられない行動に出た。手に取ったサンプル品をゴミ箱に投げ捨てたのだ。俺をはじめ、それを見ていた研究所の同僚たちもびっくりして固まった。俺の研究しているものは食品だ。もちろんサンプルに関しても人が食べられる食品なため、ゴミ箱に捨てられてしまったらもう人の口に入れることはできない。長野さん、あなた何をしたか分かっているんですか？何って？ゴミ掃除をしたのよ。私は片付けをしてあげたの。全く意味がわからない。サンプルがゴミ？俺が5年かけた研究の集大成が長野さんにはゴミに見えたというのだろうか。なんて顔してるのよ。感謝してよ。この私が掃除の手伝いをしてあげたんだから。これはゴミなんかじゃありません。口答えしないでちょうだい。私から見たらゴミなの。何か文句あんの？捨てられたくなかったらもっとマシなもの作りなさいよ。俺はもう返す言葉もなくなり、うなだれてしまう。この日のために自分の持っている知識をつぎ込み頑張ってきたというのに、そんな俺の姿を見た長野さんは満足したとでも言うように俺を嘲笑い帰っていった。さて、長野さんとの出来事があった翌日、俺のもとに年配の男性がやってきた。やっとサンプルが完成したそうじゃないか。ずっと楽しみに待っていたんだ。ぜひ見せてくれ。男性は俺にそう言ったが、昨日長野さんがサンプルを捨ててしまったため、今そのサンプルは存在しない。変な言い訳をしても事態を複雑化させるだけだと思い、俺は素直に話した。申し訳ありません。今はサンプル品ないんですよ。なんだって？一体どういうことなんだ？俺の返事を聞いた男性は、俺が全く予想外の返事をしたものだから状況がつかめずに戸惑っている。そんな彼に俺は詳しい説明を行った。さて、男性とのやりとりから1時間後、俺はその年配男性と本社の社長室にいた。もちろん本社の社長も一緒にいる。その時、社長室にノック音が響き、人が入ってきた。長野さんだ。
社長が長野さんを呼んだのだが、当の本人はなぜこの場に社長から呼び出しを食らったか全く理解していない。社長、私に何かご用でしょうか？俺や研究所の研究員に対しては常に偉そうな態度で好き勝手言っていたくせに、さすがの長野さんも社長の前では塩らしくするらしい。俺がこの場にいるとは長野さんは思っていなかったらしく、ちらちらと俺の方を見てきている。忙しいところ悪いね、長野くん。こちらの男性は得意先の近藤社長だ。そう言って俺の隣に座る年配男性を紹介する。はあ、いつもお世話になっております。いきなりのことに長野さんは全く理解が追いついていないようだ。君は昨日石川の作ったサンプル品を破棄したそうじゃないか。君は一体なんでそんなことをしているんだ？私が納得いく説明をしなさい。社長に昨日のことを言われ、長野さんの顔は一気にこわばった。石川さんはもう年齢も年齢です。最近加齢のせいかまともなものを作れなくなっております。この前の新商品開発もまともにできなくて。長野さんの言い分に俺は思わずため息をつく。私を老いぼれ呼ばわりですか？じゃあなんで私の指示通りに新商品を開発できないのよ。あんたが老いぼれで無能だからでしょ？下に見ている俺が口答えをしたからか、社長や近藤社長の前だというのにヒステリックを起こす長野さん。今までの出来事で長野さんの人間性のひどさは理解していたつもりだった。しかし言い訳をするかと思えば、人の年齢のせいにするだなんて大概にしてほしいものだ。俺はいつだって真面目に研究し商品を開発しているというのに。長野さんとおっしゃったか。ちょっとよろしいかな。そこへ近藤社長が割って入る。はい、何でしょうか？君は随分と石川くんのことを見くびっているようだが、私は高く評価していてね、信頼して仕事を任せている。はあ、さようで。君が破棄した石川くんのサンプル品も、我が社が8億を投資し依頼していたものの完成品だったんだよ。それを君は。8億？いきなり大きな額の取引の話を知らされた長野さんは悲鳴のような裏返った声を上げた。そう、長野さんに捨てられたサンプル品はゴミなんかではない。近藤社長の会社では健康食品を扱っている。今回どんなアレルギー体質でも安心して食べられる上に高い栄養価を持ち、体の免疫強化を狙える食品作りを目指していたのだ。石川くんは今まで様々な研究をして実績を積んだ人物だ。だから私は石川くんに依頼したんだ。かなりいい出来だと自信があったのですが、お渡しできず申し訳ありません。俺はサンプル品が完成した後、近藤社長にすぐに連絡をしていた。しかし、その後すぐに長野さんによってサンプル品は破棄されてしまったのである。近藤社長にも連絡をしてしまった手前、俺はすぐに新たにサンプルを作り直そうとしたのだが、作るのに希少価値の高い素材を使っていたのがネックになってしまった。食材を取り寄せようにもすぐにこちらに届かないため、サンプルの用意が間に合わなかったのだ。こうなってしまった以上、近藤社長が来た時に
俺はただ謝罪をするしかなかった。しかし、近藤社長は俺のことを信用してくれていて、謝罪した俺に対し優しく理由を問いかけてくれた。本当に申し訳なさでいっぱいだった俺は、素直に長野さんに破棄されたことを話し、それを聞いた近藤社長が本社の社長に苦言を呈したことで、この場を設けることになっていた。だってあんなのゴミにしか見えなかったわよ。俺が近藤社長に頭を下げる横で、長野さんは上ごとのようにつぶやいていた。話の流れの速さに長野さんは混乱しているようだった。それでもうちの会社の社長と近藤社長に厳しい視線を向けられ、何とかしなければと考えたらしい長野さんは再び言い訳を始める。私、そうだとは知らなかったんです。本当に申し訳ありません。しかし、石川さんが作ったものはどう考えても失敗作で、とても見せられるようなものでは。ここまで来て、俺の研究成果をバカにするというのか。失敗作だって？そうよ。あんなの商品にできるようなものじゃなかったじゃないの。上の人の手を煩わせないように私がチェックしたの。あれは失敗作よ。長野さんの急に思いついたような言い訳は、この場にいる誰にも通用しない。私も石川の研究データを確認したよ。このデータを見る限り、どう考えても失敗作ではない。もちろん、データだけで全てを判断することはできないがね。サンプル品を見る価値はあるはずだ。そこで社長は言葉を切り、俺のことをちらりと見た後、目を細めて長野さんを見る。それにね、私はその時の状況の話をちゃんと聞いているんだよ。話を聞いている？君は石川のサンプル品を手に取ってすぐに捨てたと、その場にいた他の人間からも聞いたよ。はい、その通りです。長野さんは確認なんてしていません。俺が長野さんをかばう理由など一つもない。正直にその時のことを俺は話した。社長と俺の言葉に諦めの悪かった長野さんも顔を真っ青にし、何も言えなくなってしまう。君のしたことは君の謝罪一つで済むことではない。ましてや言い訳ばかりでどうしようもないじゃないか。厳しい処分があると思いなさい。そんな。社長の厳しい一言を聞いた長野さんは泣きそうになりながらその場にへたり込んでしまった。まあ、長野さんがすべて悪いことだから仕方ないが。この日の話はこれで終了した。しかし、俺の仕事はここからだ。ほっと一息つきたいような気持ちではあるが、俺にはやらなければいけないことが残っている。よし、サンプル品は完成したぞ。俺は原材料が届き次第、大急ぎで新たにサンプル品を作り上げた。その出来には近藤社長も満足してくれ、遅れてしまったが無事に取引は行われた。そしてその後、俺の研究とサンプル品をもとに商品が完成し販売されると、瞬く間に注目を浴び大ヒット商品となった。今までにない画期的な食品だ。アレルギーを持っている人でも安心して摂取できるというので、アレルギーに悩まされている世界中の人々の間でかなり話題にもなった。最終的には取引もでき、商品も大ヒットとちゃんとした結果は残せたが、長野さんがしたことは
取引の白紙になってしまうかもしれないような危険なことだった。ことの重大さから長野さんは役員会議にかけられることになり、そこで判明したのが長野さんの今までの悪事だった。俺も新商品を開発するときに被害に遭ったが、長野さんはいろんな人に無理難題を押し付けたり、部長という立場を使って好き勝手していたらしい。長野さんの被害に遭ったという人が次々と出てきて大変だったそうだ。私はそんなことしていません。私の実力を妬んだ人間たちの陰謀です。発覚した余罪に対して長野さんは素直に認めることはなく、その出来事に関しても言い訳を述べていたという。自分の非を認められない人なのだろう。俺の時だって長野さんは自分の非をほぼほぼ認めてくれなかった。もっとも、そもそも非を認められるようなまともな人間であれば、ここまで被害者もいないし、大ごとにはなっていないのだろう。俺は長野さんの件ではかなり疲弊はしていたものの、なんとか解放されたため事なきを得たが、中には会社に来れなくなった人までいたという。俺も一歩間違えば。今回の一件が明らかにならず、長野さんから嫌がらせを受け続けていたら、俺もいつかは心が折れていたかもしれない。そんな想像をし、身震いした。被害者がかなりおり、内容が非常に悪質だったことから、長野さんは解雇されてしまった。もうこれで長野さんの被害に遭うことはない。これからは研究を邪魔される心配もなくなった。今までよりももっとのびのびと研究をすることができるだろう。俺はというと、今回開発した商品がヒットしたことで表彰をされた。君はよくやってくれたよ。昇進する気はないか？自分は生涯研究者としてやっていきたいんです。功績を認めてくれた社長は嬉しい言葉をかけてくれたが、感謝だけして断らせてもらった。俺は昇進を目指して研究をしていたわけじゃない。研究自体がとても好きで、自分の天職なのだ。これからも会社を辞める年齢になるまでは、研究者として頑張っていくつもりだ。